2023年、ゲーム業界は大きな危機に直面し、1万人以上の優秀なプロフェッショナルが解雇されました。当時は情勢が極めて不安定で、新たな就職先を見つけるのは容易ではありませんでした。このゲームは経営陣の戦略的な失敗によって苦難を強いられた、そうした人々に捧げられています。逆境はしばしば新たな始まりにつながるということを皆さんに思い出していただきたいのです。やっぱ読めないなぁ。ようこそ過労死クラブへ。Welcome to the 過労死クラブ。こんばんは、星野シャナです。今回は現代が Welcome to the 過労死クラブ、日本語訳にするとようこそ過労死クラブへというゲームを始めてみたいと思います。冒頭であんなに早口になったのはこれが2週目だからです。1週目はなんとゲーム音の録音ができておりませんで、そうびっくりしちゃった。私も疲れてるんだね。というわけで2週目をやっていきます。2週目をやる理由はね、いろいろあるんですよ。1週目で見られなかったエンディングを見たいというところもあるので、改めて一からやっていこうかなと思います。始めるよ。わあ、やっぱモニターすごいね。今日の面接はどうでしたか？これさ、めちゃめちゃ絵が、音が壮大。画質がすごい良くて、点がチラチラするレベルで画質がいいと、なんか逆に怖いよね、一周回って。そう、モニターがね、家電量販店のね、モニターに映ってるわけですけど、量産型だね。悲しいわ。そう、一応この人がね、主人公らしいんですよ。らしいっていうか、一回やったんで知ってるんですけど。そう、この人の運命をね、見ていきましょうね。ようこそカロシクラブへ。ゆっくり拡大してくれ。徐々に拡大してくね。消えた。これはセーブ機能のないストーリー主体のゲームです。面接は中断せずに完了させる必要があります。というわけで途中で切れないんですね。残念ながら。残念ながらいや、人生は後戻りできないから。これ一周目でも同じこと言ってます。そうで、操作が意外と簡単。あの、基本的には、この、これだけ、クリックしか使わない。そう、矢印をクリックするとストーリーが進んで、このね、ガイド1の面接を中断したいときは逃げるボタン、またはエスケープキーで逃げることができます。ゲーム終了できるよっていうのが肝ですね。そう。これはプレイする人向けだね。上からこう紙を引っ張るといろいろ調整できるよっていうあれです。やっていきましょう。デイ100って、えあれ私が間違ってる？いや、1周目でやった時3桁だった気がしたんだよね。なんか Day136 ぐらいで、めっちゃ多いじゃん。Day1 からじゃないんだって思ったんですけど、1440から開始されてるとはどういうこと？まさか違うストーリーになってたりとかそんなことは？リンリン、リンリン。これプレイ回数によって変わったりするのかな、スタート。冷たい女性の声が受話器から響いてきた。もしもし。少し混乱しながら私は答えた。はい。聞き覚えのない声は続く。公衆電話。懐かしの公衆電話じゃん。お世話になっております。ケネオ産業株式会社採用担当の竹光瞳と申します。たけし様との面接についてお電話いたしました。たけし様のお電話番号でお間違いないでしょうか？たけし様のお電話番号と言いつつ公衆電話を取っているの？謎すぎん？思いがけない幸運が舞い込んできたのだろうか？ちょっと待って。あれ？一周目の時もうちょっと詳しく説明してくれなかったっけ？集会用の仕様になってる？もしかして。私が職を失ってからもう数ヶ月が経過していた。必死の思いで新しい仕事を探しているものの、未だ実らずじまいだ。面接の機会すら与えられず、門前払いを食らい続けている。度重なる不採用通知に焦りは募るばかりだった。この人、失業して、
転職というか就職活動中らしいんだけど、あれイントロこんなに展開早かったでしたっけ？もうちょっとおどおどする時間あったよね？ありましたね。この思いがけないチャンスを掴んでみるべきだろうか。たけしさんになりすまして面接の機会を勝ち取るべきだろうか。でもそうしたらたけしさんは一体どうなる？それにもし嘘がバレたら私は。電話口からの声で私の思考は遮られた。恐れ入ります。お電話が遠いようです。たけし様でお間違いないでしょうか。その声にはかすかに苛立ちが感じ取れた。だから苛立つなって、落ち着け。時間は刻々と過ぎていく。今すぐ決断を下さなくては。どうしよう。今初回ルートをなぞるべきかですごい悩んじゃった。真実にしよっかな。でも時間は刻々と過ぎていくっていうから放置したい気持ちも出てきちゃったけど、一応真実にしてみる？しよっか。最初のルートだと全部真実にしたんですよ。なので一応今回もそういう風にしたいなと思ってるけど、私の気まぐれで変わるかもしれないっていうね。すみません。何かの手違いだと思います。たけしさんという方はここにはおられません。私は灰島健二です。そう。読み方わかんないから灰島って読んでます。間違ってたらごめんなさい。はっきりと沈黙が続いた後に私は言った。少し間があってから女性は答えた。おかしいですね。本当にたけし様はいらっしゃらないのでしょうか？いや、いないって言ってんじゃん。なんでそうやって押しかける感じでちょっと来るの？もうちょっと、なんかこうさ、あ、すみませんみたいな柔らかい感じでいればいいじゃんね。はい。ここには私以外誰もいません。たった一かけのチャンスだったかもしれないものが私の手をすり抜けようとしている。あ、ガタガタしちゃって。それでも嘘をつくのは間違ってるような気がする。そう、この人ね、結構芯があるんですよ。素晴らしいと思いません？そういうところ大事にしてほしいわ。どこの誰であるにせよ、たけしさん、あなたの就職活動がどうかうまくいきますように。では失礼します。いや、他人の幸福を願えるのは素敵なことよね。お待ちください。灰島様に質問がございます。灰島様は現在お仕事を探しておられますか？どういうことなんだ？まさか私を雇ってくれるつもりなのだろうか？たけし様に本日連絡がつかないのであれば、代わりに灰島様に営業職の面接にお越しいただけないかと考えております。これさ、ほんと良くないよね。もう誰でもいいってことじゃん。私が好きなんじゃなかったのってなるよ。ご興味はおありですか？興味あるに決まってる。この人職に飢えてるから。まるで夢みたいだ。落ち着いて冷静に思考を整理しなければ。あ、はい。実のところ興味はあります。それでは本日中に弊社の事務所までお越しいただきたく存じます。口が回らなくなっちゃった。住所をお伝えいたします。東京都中央区築地1丁目11でございます。承知いたしました。ありがとうございます。では失礼いたします。女性は電話を切った。待ち望んでいた面接の連絡がついに私の手の中にある。本当に信じられない。やはり世の中、最後は正直者が報われるようだ。数時間後、電車。いや、皆さんさ、この主人公の頭の後ろにあるあの手の形やってほしいよ。めちゃめちゃ指痛くなるよ。私はすげえ痛い。なんかね、中指と小指がつりそう。そして薬指が上がらないです、これ。地下鉄に乗りながら、思考は面接をめぐって回り続けていた。押しつぶすような恐怖が私の中に現れ始めた。満たされない期待への恐れ、失敗への恐れ、第一印象への恐れ、不採用への恐れ、競争相手への恐れ、
未知のものへの恐れ、そして何より将来への恐れ。私の将来はどうなってしまうのだろう。前の職場でたった一度居眠りをしただけなのに、そのせいでもう1年近くも仕事を探しを余儀なくされている。いや、たった一度の居眠りって居眠り良くないよって思うじゃん。思うんですけど、この人にも事情があるんです。2週目だから。その間、不安と恐怖は必要な影となって現れ、私につきまとい続けていた。聞いた？あのバカはまだ諦めてないんだって。厳しい現実に心が沈んでいた時、何気ない会話が耳に入ってきた。いや、まあそうよね。不安な時ってなんか嫌な言葉が耳に刺さるよね。自分が言われてるんじゃないかって思っちゃうよね。また履歴書を出したらしいよ。嘘でしょ？まだチャンスがあると思ってるわけ？もう何回目？ 6 回目とか？どうやら就職活動で行き詰まっている知人の噂をしているようだ。よくないよね、本当にこういうの。おこだよ、おこ。その噂話は私の心配事を悪化させてしまった。ウケる。あいつ毎回撃沈させられてんのにね。で、その度に平成を装ってるわけ？大変だね。いや、でも平成をさ、装わなきゃやってられないこともあるのよ。大丈夫じゃないんだけど大丈夫って言いたくなるの。あの負け組がまた挑戦するのはいつ頃かかけてみない？あんな経歴じゃ床掃除すらさせてもらえないってわかんないのかな。女は自分の言った言葉に思わず吹き出した。友人も一緒になって嘲笑した。混乱と不安が私を包んだ。面接に向けて心の準備をしていたのに、こんな会話を聞いてしまうなんて。自信喪失で鼓動が速くなる。パニックが今にも襲いかかろうとしている。目の前で周囲が揺らぎ始める。安定を求める強烈な欲求に飲み込まれそうになった。ほんの一瞬でも気を緩めれば床に崩れ落ちてしまうだろう。冷静でいなければ。緊張の波が押し寄せ、とっさに履歴書を手に取った。いや、社内で履歴書を見れるのはすごいと思うわ。さすがに履歴書は紙出すの恥ずかしかったから、私はスマホになんか自己アピール何書いたっけなとか全部メモしてたね。それ見るっていうのは確かにやってた。じっくりと読み返し、自分の見込みを改めて吟味する。前向きになろうとしても、先ほどにも増して深い闇が心を侵食していく。目の前にあるチャンスは私にふさわしいものだろうか。ただの幸運に過ぎないのでは？いや、でも結局運よ。運も実力のうちって言うじゃない。この仕事は本当に必要なのか？失敗しないうちに身を引いておくべきだろうか？いや、やらないと。もっと経験が必要だろうか？これまでの不採用はこの履歴書が原因なのだろうか？私は雇用されるに値する人間なのだろうか？いや、でも本当に何度でも言うけど、就活していると自分の価値を見失っていく。あんなに苦しい時間はないね、本当に。もう二度はやりたくないよ、私は。営業職に適しているのだろうか？それはわからんよね。私あなたのことまだ知らないし。答えを求めて様々な問いが容赦なく心を蝕んでくる。答えが今すぐ欲しい。これらすべての問いの答えが。そんなものはありません。真実を突きつけます。私の問いに答えは存在するのだろうか？ここでさ、突然悟る主人公もすごいと思うわ。正直、私の知識には限界がある。自分がこの仕事に適した人材なのか、もはや確信が持てない。面接をうまく乗り切れるかどうかも自信がない。私の能力は未だ曖昧さの雲に覆われている。ただ一つはっきりしているのは、挑戦しなければ成功は手に入らないということだ。いや、もうそれはごもっともないよね。やらないと何も手に入らないから。実際には不安が私の判断力を曇らせているのかもしれない。
だが面接が決まるまでは、いやそれもまた事実なのよ。本当にね、こう心が弱ってる時ってマジで判断力なくなるから、自暴自棄にならないようにだけ皆さん気をつけてくださいね、本当に。こうした不安は単なる幻想に過ぎない。私の心は不安に支配され、実際に起きていないことを想像してはあれこれ心配をしている。しかし実在しないものと戦うのは非建設的だ。それは確かにそう。結局たらればだからね、何事も。隣の芝は青いのよ。まずは面接に受からなければ。もし落ちてしまったら、その時になって初めて問題は現実のものとなる。そして現実は折り合いをつけて乗り切っていけるものだ。まあね、それがベストかどうかは未だにちょっとよくわからないけど、それは一論あると思います。電車が到着した。てかこれ面接1回で就職決まる？なんか怪しくない？その時点で。この面接を乗り切ったらって一次面接二次面接とかじゃないんですね。自分の能力について熟考しているうちに気づけば目的地についていた。そびえ立つ高層ビルを前に自分自身の小ささを感じる。近代的なそのビルは隣の古ぼけたビルに影を落としていた。広大なガラス窓が日の光を受けて眩しく輝いている。あのビルの中に自分の居場所を見つけられるだろうか。いやーなんかね、新しいおしゃなオフィスってちょっとそういう意味で抵抗があるよね。なんかおしゃな人じゃなきゃいけない気がするじゃん。自分があのキラキラな世界に入っていいのかしらっていう気持ちはね、ちょっとわかるわ。私はずっと大企業に入るのを夢見てきた。あの草原の壁の向こうにはどんな未来が待ち受けているのだろう。これ受けてる会社はどれぐらいなんだろうね、規模的には。その情報出てきてないからわかんないわ。過去の記憶があり得る将来のビジョンを描き始める。オフィスの中ではビジネスの鼓動が目に見えない形で脈打っていた。いやこれさ、文章がめっちゃいいよな。なんか小説にそのままできそうな感じの文章してるよね。きっと誰かが入れたてのコーヒーを味わいながら何気ない会話をしているのだろう。別の誰かは共有プリンターの順番待ちをして生産的な一日を阻まれているかもしれない。なんかこの辺すごい具体的で嫌だな。なんか妙に現実味がさ、すごいよね。トイレの個室で束の間の休憩をとっている人も何人かはいるだろうか。以前はそんな些細なことが私の日常を織りなしていた。いろいろ難しいことを言ってはいるけど、結局、仕事をしてた時期良かったなみたいな話よね。あの安心感はどこへってこと？今はもうすぐ1年になる就職活動の中で二律背反の感情に苦しんでいる。こうなる前の私は本当に生きていたのだろうか。それとも今やかつての活力の単なる亡霊にまで衰えてしまったのか。自問自答してますね。たとえわずかな時間でもこのビルの中に入って雰囲気に身を浸すのが待ちきれなかった。ビルを見ながら覚悟を新たにしていた時、視界の端に背の高い女性が近づいてくるのが見えた。お、灰島さん、本日はお越しいただきありがとうございます。竹光ひとみさん。いえ、こちらこそ。てかこの人ジャケット着てないね、今更だけど。季節夏？クールビズってこと？彼女の挨拶が不愛想なほどのプロフェッショナリズムにあふれていた。その礼儀正しい外面の下でうずくような不安が私にささやきかけてくる。この外面って言い方、私何回も気になっちゃうのよね。どうなのって。あと今思い出したけど、この主人公の手の甲の目のマークめっちゃ怖いんだけど、そうキャラクターたち結構目動くのよね。大丈夫かなって不安になっちゃうわ。自分は数多くいる応募者の一人に過ぎないのではないかというあの疑念が胸を刺す。事実だと思うよ。死亡をしてる人の方が多いわけだからね、実際に働く人より。彼女の親しみやすさには練習を積んだような雰囲気があり、必要に駆られてつけている仮面のように見えた。これが彼女の日常なのだ。日々入れ替わる顔、また顔の世界で身を守るための彼女なりの防具。
いつからこのペルソナを身にまとってきたのだろう。いつからだろうね。いつからそうなっちゃうんだろうね。悲しみだよ。その重みに押しつぶされてしまうことはないのだろうか。ペルソナを最後に脱ぎ捨てたのはいつだろう。そもそも脱いだことがあるのだろうか。いやー、ペルソナね、結局脱ぐのが面倒になる日が来るんじゃない？いつかこの仮面は彼女と一体化してしまうのだろうか。灰島さん、気が散っておられるようですね。どうなさいましたか？私この顔嫌い。このさ、口角がちょっと左右ずれてて、目が変な方向向いてるのすごい嫌だ。な、どこ見てんのってなるじゃん。これもしかしてさ、設定画面見てたりする？え、ここ見てるここ。これ？あ、そういうわけじゃない。あ、そういうわけじゃないか。なんかすごいこっち見てるのめっちゃ気になるんだよね。ああ、いいえ。ちょっと考え事を。よろしければこちらへおいでください。正面から見るとすごい美人なんだけどね。中で話を続けましょう。ありがとうございます。でもこれ目がさ、正面向いてないときなんか、あれかな、瞬きもしてないから、すでにおかしくなってたりするのかな。竹光さんについていくうちに不安が忍び寄ってきた。不意に私は目的地が先ほど見ていた高層ビルではないことに気がついた。まあ、これが現実ですよ。竹光さんが案内してくれたのはその隣のビルだった。時代遅れの堅牢な8階建てのビル。一体なぜ？まあ、そこがオフィスなんじゃないですかね。洗練されたおしゃれな職場への夢はどこへ行った？竹光さん、オフィスはあちらのビルでは？いいえ。彼女の返事は淡白で心なしか冷たかった。いやでもこの一文には絶対主観入ってると思うんだよな。面接に合格すれば、ここがあなたの職場になります。それって8階建てのビルのことよね。でも住所伝えられてたってことは調べ間違いってこと？あれかな、なんか90年代の日本が一応舞台になってるらしいから、なんかこの辺の住所だろうなっていう認識はできても建物の区別までついてなかったってこと？私は落胆した。粋なオフィスへの夢は儚く消えた。さようなら。それでも私は気を引き締めてこの厳しい現実を受け入れることにした。そう、今この人は職が欲しいから、とにかくね。私たちはエレベーターに乗り上階へ登り始めた。目的地ははるか上の面接室。私の将来はそこで決まる。階を追うごとに鼓動が早まり緊張が高まっていく。エレベーターってちょっとドキドキするよね。いや何がってわけじゃないんだけどさ、普通に道歩いてる移動より緊張しない？なんかそわそわしちゃうよね。密閉空間と潔癖な照明も私の不安を加速させた。逃げ出したいという衝動が刻々と強まっていく。エレベーターの動きは遅く、それが私の神経を一層すり減らす。あの、竹光さん、このエレベーターはいつもこんなに遅いんですか？かなり古いエレベーターですから、忍耐が必要ですね。そうですか。ありがとうございます。彼女の言葉は何の慰めにもならなかった。まあ、エレベーターついてるだけマシよ。階段で登れとか言われたら地獄だから。時計が私の敵となり、針の音が過ぎゆく時間の小玉のように響き渡る。腕時計ね、もう、就活とか働くとき必須な気がするけど、でも最近アップルウォッチとかあるから、あれかな。現代的になったよね。私アナログの腕時計してるから、カチカチ針の音鳴るの聞こえると、あ、私今すごい神経が逆立ってるんだなって思います。灰島さん、着くまでの間、あなたの生活について聞かせていただけませんか？もうさ、この目の角度気になるのよ。何これ隠してほしいの？あ、隠れないわ。どういう心境なんだろうね。ここの目の角度。何を示してるのあなたは。私生活についてですか？正直、大して話せることはないですよ。
主人公もこっちの方見てるのよな。この辺、この辺。どうしてあなたたちそんなに目を合わせないの？目と目を合わせてコミュニケーションでしょ？実家を出て、両親とは疎遠になってしまいました。それからは、まあ、ずっと仕事に打ち込んでいましたね。結婚や子育ての余裕はありませんでした。いつも仕事が最優先で、他のことは時が解決してくれると思っていましたから。いや、でも実際、なんだろうね。大学卒業して、社会人っていう肩書きを背負ってみると、マジで他のことに目を向ける余裕はない。余裕はないです。なんか恋愛してる暇とかない。もう家族とか考えらんない。なるほど。彼女の反応はそっけなく、本心が見えてこなかった。何か別の人生像を期待していたのだろうか。嘘でもいいから家族の話をするべきだったか。まあ、この点に関してはね、コミュ力を図られてる気がするから、まあ、なんだろう、無言にならなければいいんじゃないっていう感じはするけど。では、ご趣味は何ですか？なんか、この人の話を聞いてなさそうな顔嫌だな。私がワーカホリックだと告白するのを待っているのだろうか。それとも本当に仕事以外の話に興味があるのか。まあ、前者でもなく後者でもなくって感じじゃない？なんか、ね、その人の性格を知ろうとしつつ雑談しつつみたいな。趣味ですか？そうですね。正直、あまり時間がなくて。私には仕事しかありませんでした。スキルを磨き、常に最新の情報を追いかけていました。これは本当に私の話だろうか。最近は娯楽もすべて灰色に褪せてしまい、就職活動によって日々が切れ目のないループと化している。そうなんよな。娯楽が楽しくなくなっちゃってる時期って精神的に一番やばいなっていう自覚はあります。もうね、アニメを、なんだろう、無心で見てた時期があって、そう、その時期とかマジでやばかったな。あとゲームがすべて作業とかしてる時ね。そんな時期がありました。悲しい現実だね。職を失った日から、私はこの曖昧な空間をさまよい続けているのだろうか。なるほど。ありがとうございます。竹光さんの外面は、外面って呼べばいいのか。私の読み方がいけなかったのかな、これ。竹光さんの外面は、要塞のようで感情は覆い隠されていた。いやでも外面って読むでしょ、文脈的に。その本当の意図はただ推測するほかない。だが私たちの会話は狙い通りの効果をもたらした。時間を潰すのに大いに役立ったのだ。気づけば私たちは目的の階に到着していた。こちらへどうぞ。面接の時間。面接タイム。いや、本番こんな乗り気じゃないからね。私は何の変哲もないオフィスに通された。見慣れた光景が私に冷めた安心感を与えた。ごくありふれた、会社によくある部屋をコピーしたようなオフィスだ。竹光さんは無関心にデスクに着いた。どうぞお書きください。失礼します。運命の時が訪れた。いや、ドキドキだよ。もう立ち絵もドキドキしちゃってるもんね。私の失業時間は辛く長かった。この面接はようやく雲間から差し込んだ光なのだ。この人はなんでそんなに失業してたんだろうね。面接がずっとうまくいってなかったのかな。それとも書類で落ちてた？でも書類で落ちてたみたいな話してた気もするな。どうだろう。失敗は許されない。代償は大きい。にわかに疑問が浮かんできた。彼女は何を聞こうとしているのだろう。私はどう答えればいいのだろう。適性への不安が胸を災難だ。私の能力は十分だろうか。どうだろうね。それに関しては何とも言えないよね。過去を脚色したいという誘惑が私の心を引きつけた。主人公のね、このお手手をさっさとするやつとか、斜め上を見るやつとか、癖がいろいろ出てきてるの面白いよね。いや、私も実際こんな感じなんだろうな。でも真実を話す方が得策だとしたら、
一秒一秒が重く、時間はじわじわと進み続ける。考えうるシナリオを脳内で再生したが、竹光さんの反応は水銀のように移り変わり、どれもしっくりこなかった。結局ね、なんかいろいろ頑張って考えてみたはいいけど、どのパターンでもうまくいかないから余計に自信が喪失していくみたいな。でも結局空想ですよ。自分の主観でしか組み立ててられてないんだから、大丈夫。現実なんとかなるよ。多分ね。普段は安らぎの聖域である私の思考が、今は荒れ狂う嵐となり、拒絶の光景の数々を陰鬱に映し出していた。まるで時間を早送りして永遠に仕事を探し続ける未来を見ているかのようだった。自らが招いた煉獄。不安に押しつぶされそうになった時、考えるのをやめろと自分に言い聞かせた。私は現実に引き戻された。竹光さんがそこにいて、現在が殺風景な舞台のように私の演技を待ち受けていた。結局就活演技みたいなところあるよな。なんかね、私も詳細は言わないけど、演じればいいんじゃないっていう言葉をかけられたことはありました。でもとっくにやってるんだよって思いながらやりましたけどね。灰島さん、本日は営業職の面接にお越しいただきありがとうございます。始めてもよろしいでしょうか。準備はできていなかった。そう、よろしいですかって聞かれると、本心はね、よろしくないですよってなるけど、まあ、はいと答える方がないですからね。はい、どうぞ。ありがとうございます。いや、この満面の笑み。この絵めっちゃ可愛いんだけどね。斜め上見てる時のあの表情めちゃめちゃ怖いよ。では最初の質問です。100年後、ご自分はどうなっていると思いますか？死んでると思います。それ以外の答えを求めているんでしょうか？いや、だからね、5年後、1年後、5年後、10年後、30年後みたいなさ、よくあるじゃないですか。キャリアアップをどう考えてますかとか、将来像をどう考えてますかみたいな。その辺だったらね、まだわかりますよ。でも100はさ、この人が例えば30代いってるのかなわかんないけど、20代後半から30代だとしてさ、もう120、130の年齢の時のことどうなってるって言われても、お墓に入ってると思いますとしか言いようがないわけですよ。もうほんと困っちゃうよね、こういう質問。何考えてんだろうって思うもん。えっと、いきなり変化球か。もうほんと変化球だよね。100年後そんなの不可能の領域だろう。その頃には当然死んでいる。私に限らず誰だって同じだ。困惑しながら私は彼女の狙いについて考えた。ひょっとして創造的思考を試しているのだろうか。その意図に乗ってちょっとしたユーモアを入れてみることにした。きっとそれはもう経験豊富な専門家になっているでしょう。文字通り100年に1人の。そうですか。これ怖いよな、このそうですかとか、あとなるほどとかさ、なんかね、一言だけピャって返して、次の質問に行くシリーズね。怖いよね。竹光さんの表情は読めないままだ。では次に、前職の退職理由をお聞かせいただけますか？これはもう事実でいいよ。聞いてあげてください、本当に。たとえ自分の欠点が見え隠れしようと、正直に話す以外の道はない。間違いを認めることこそ前に進むための第一歩のはずだ。でもこの人間違ってないと思うんだけど、その辺どうだろう。あなたはそれを間違いという認識にしておいたままでいいの？仕事は大変でした。それは否定できません。真夜中過ぎまで働くこともしばしばでした。私だけではなく同僚もそうでした。そしてある時、私はデスクで意識を失いました。聞きました。デスクで意識を失いましたって彼言ってるんですよ。最初はね、最初電車の中かなんかでたった一度の居眠りでって言ってたけど、事実これ気絶じゃん。それはさ、もうこれ彼に非があるのかどうなんだろうって私としては思うわけね。それを彼自身が気絶するのは間違いだったって言ってるわけですよ。もうなんと心苦しいこと。どうしてそうなったのかは分かりません。働いていたかと思ったら次の瞬間にはもう解雇されていたんです。
まさしくあっという間の出来事でした。解雇された時の記憶は正直曖昧だ。なるほど。失業の期間が長いようですが、どのような事情があったのでしょうか。これも嘘ついてもしょうがないので真実を話したいと思います。ちなみに私は真実を話す派の人間でした。真実にはそれ独特の鋭い明晰さがある。虚構のベールで装うのはあまりにも重たいような気がした。そうなんかね、嘘つくのしんどいからさ、だったら正直でいいかなって思ったんだよ。でもそれでうまくいくかって言ったら話は別なんですけどね。前の職場は景気がいいとは言えない業界でした。限られた分野の中でもさらにニッチな小規模なゲーム制作チームに所属していたんです。そう冒頭で言ってたんですけど、この人ゲーム作ってる人らしいんだよね。主人公がゲーム制作者の人が失業した時にどうなるかって話らしいのよ。多分実話じゃないけど、なんかそういう境遇かな。ゲーム作ってる人がゲーム作ってる人を題材にしている以上、何かしら入ってる気はするよね、かけらが。再就職でもゲーム業界にこだわっていたんですが、最近は厳しい状況でして。そうなのよ。一回志望してる分野で、あ、これダメかもって思って視野広げるんだよね。わかる。私もそうだったな。そんなわけで、今は視野を広げて、新しい分野にも積極的に取り組んでいこうと思っています。なんか、私が就活で言ってたこととちょっと似てること言ってるな。重なっちゃうわ。自分を捧げられる場所、思い切り打ち込める場所を探しているんです。かつて私はゲームの世界に全てを捧げていた。今は単に仕事がしたい。どこかに所属したいと思っている。そうね、多分仕事がないことへの不安がすごいんだろうな。お金とか、レッテルじゃないけども。合格した場合、営業職として採用させていただきます。ね、なんでさっきの表情のままで言ってくれないのかな。灰島さんの営業の経験についてお聞かせください。でも正直ルート行こう。真実をね。やってないことをやったって言ったってしょうがないんですよ。今こそ記憶を総ざらいして何でもいいから関係のある事柄を掘り出す時だ。ここで主人公のいいところはありませんって言わないところよ。関係のあることならこういうことがあるけど営業自体はしたことないよっていう言い回しがね、すごい偉いと思うの。知人がこの小さい古風な居酒屋を経営していまして、時々彼のお店を手伝っていました。営業の経験はほとんどありません。ですがこれから学んでいくことはできます。そう、この姿勢もめちゃめちゃ偉いと思う。新しいことに挑戦するのは大好きなんです。そう、なんか吸収できるアピールをね、したくなるよね。実際してたしね、私も。望み通りに育て上げられるよう、企業が白紙状態の人材を採用するのは珍しいことではない。いや、でも今はな、なんか、自分で動け主体の企業めちゃめちゃ多いというか、まあそういう尊重しようねって話になってきてるから、もうどこ行っても個性個性よ。困るのよ。あら、本音が出ちゃうわ。私は彼らの白いキャンバスになれるだろうか。前職ではどんな重要な決断を迫られましたか？一番難しかった業務は何ですか？これは単純に聞きたいから真実っていう感じで選んでたな。いやだって彼のことは私はまだ知らないもの。デジタルの領域で世界を創造することはシーシュポスのなりわいに匹敵する偉業だ。謎のシーシュポスね。私が知らない世界。とはいえ、事情を知らない部外者の目には私の乗り越えてきた苦境は些細なものに見えるかもしれない。もう結局ね、本当に知らない、わからないっていうのは一番の敵だと思う。ためらいながらも勇気を出して口を開いた。ゲーム制作の世界で過ごした期間は試練に満ちたものでした。パブリッシャーの目標とクリエイティブチームの革新に相違があり、主導権争いが起こったのです。両サイドの要求に応え、双方のビジョンを実現しようと努めるのはいささか難しいことでした。こうした中でプロジェクトの形は繰り返し変化し、我々の団結心は少しずつ蝕まれていったのです。ああ、そうね。なんか分かり合えないがゆえに
こじれてこすれて摩耗していくよね。一番辛かったのは、私自身のクリエイティブ精神を抑えてパブリッシャーに合わせつつ、チームの夢の本質を保ち続けることでした。すごい難しいこと言ってる。いやでもそうよね。結局は仕事だから、パブリッシャーというかクライアントの意見を拾わなきゃいけないからね。もうそれはしょうがない気もするな。その会社の方針とかチームの方針にもよるだろうけど。こうした妥協は私のクリエイター魂にとって拷問以外の何者でもなかった。なるほど。思いがけない事態がスケジュールを狂わせることは珍しくありません。そのような場合、定時後もオフィスに残っていただく必要が生じるかもしれません。残業についてはどう思われますか？まあ、残業、別に良くないってわけじゃないけど、必要以上の残業はするべきじゃないと思う。彼女の質問に潜む真意は明らかだが、ここは真実を道しるべとして慎重に進まねばならない。まあ、喜んで残業しますって言ってほしいんだろうなって分かりつつってことよね。竹光さん、率直にお話ししてもよろしいですか？残業が続くと聞いて少し懸念を感じています。特殊な状況下では目標達成のために通常以上の努力が必要となることは理解しています。ですが、残業が絶えないということは組織内に根深い問題が存在することを示唆しているのかもしれません。いや、真っ当なご意見だと思います。加えて仕事への集中を保ち、イノベーションをもたらすためには十分な必要が不可欠です。これ休息かなって個人的には思うわ。十分な休息。休まないと働けねえから。体は資本よ。ですから、私はどちらかといえばバランスを重視し、恒常的な残業はなるべく控えることが重要だと考えています。そうなのよな。ワークライフバランスって最近流行りの言葉だよね。このような率直さは竹光さんの期待には沿わないかもしれない。それでも私は自分の確信を貫き、この繊細な問題について誠実なスタンスを表明したのだ。今ここで嘘ついてたら結局同じループ繰り返すんじゃないかなって思うよ。心に留めておきます。収入が足りないからと複数の仕事を掛け持ちする人もいます。そうした副業についてはどう思われますか？まあでもお金を理由に副業してる人がいるとして、その副業をやめろって言うなら給料上げろってなるよね。ならない？ちょっと主人公の意見聞こうよ。心に響く問いかけだ。広く懸念されている問題の核心をついている。竹光さんは深い問いを投げかけ、現代のジレンマの本質を暴き出しているのだ。なんか哲学的だね。現代社会に対する考察ってこと？複数の仕事を同時にこなすのは私にとっては骨の折れる経験でした。金銭的な要求が人々を突き動かし、自らの限界を押し広げようとさせる。そうした事情はわかります。とはいえ、仕事の掛け持ちが個人の時間や活力に課す代償を思うと不安を感じずにはいられません。まあそうね、本業と副業という扱いをするのであれば、あくまで本業に差し支えのない範囲で副業は進めるべきだっていう意見はなんかわかるわ。そこは賛成できる。あと自分の体壊すような働き方はね、良くないから。過労は集中力を低下させ、生活の質を損ない健康を悪化させることさえあります。このことを私以上に理解している人間がいるだろうか。まあ彼は一度ね、過労で倒れているわけですから、もう病院に行ってほしいよ。そのクマを治してから転職してほしい。理想的な世界では、人は一つの道に先進し、その中で深みを培うものなのだと思います。悲しいことに時間は有限であり、一日に与えられるのはたったの24時間だけだ。承知しました。最後の質問です。ラスト。営業部での収入はボーナスを獲得できるかに大きく左右されます。なんか噂は聞くよね、そういう感じだよって。ボーナスのためにどの程度努力する用意がありますか？でも私は努力はしてしかるべきものだと思ってるから、まあでも、とりあえず真実。もう彼にとっての真実が何か知らないけど、確かに、ボーナスは魅力的だ。しかし、企業からの圧力に屈するのはあまり魅力的な選択肢とは言えない。じゃあ、あくまで、その、
ボーナスをもらうためにいっぱい働いて頑張ってねっていう姿勢は否定的なんだね。あまり賛同しないと。定められた勤務スケジュールの範囲内で目標を達成することを約束します。でも達成するってことは能力発揮するってことだからいいんじゃない？目標値に達してればいいよね。目標値に達してもいないのに帰りますっていうのはちょっとさすがに周り的にはってなるだろうけど。ですが、私自身の時間や健康を犠牲にするつもりはありません。健康はね、犠牲にしちゃいけないと思う、本当に。会社の目標とチームのニーズの両方を支えていける無理のないペースを保っていきたいと考えています。かつて私は限界を超えて励んだが、結果は悲惨だった。そう、経験者が語ってるから、そこは信じてあげよう。今回はよりバランスの取れた方法を優先しなくては。自分には困難を乗り越える力があると信じてはいるが、それは慎重に進めてこそだ。もうね、自暴自棄になったらどうにもなんないからね。計画的に着実に進んでいくことが重要なのだ。面接は以上になります。終わった。お疲れ様でした。何か質問はありますか？こっから逆質問ですよ。もうね、本当にね、この時間地獄だよね。いや、いろいろ聞くよ、聞くけど、私は本当に、採用とか人事の担当の人がめちゃめちゃ丁寧に説明してくれて、何か質問はありますかって言ったら、今のところは大丈夫ですってめっちゃ言う。だってわかるんだもん。わかりやすいじゃんと思って。で、なんか、質問として考えてたことも説明の中で全部説明してくれたらさ、もうないんだよ。今の範囲で思いつく事柄はないんだよってなっちゃう。いや、本当に困るよね、逆質問。今後の流れを教えていただけますか？まあね、採用ステップはね、知っておかないと。今から結果についてお伝えします。はぁ、ため息よくないね。いや、今からいや、もう本当にこれ謎。今から結果をお伝えしますシリーズはね、賞味信用ができないというか、いや、実際あったよ。今から伝えますって。いや、それ本当に見てたって不安になるから、ちょっとね。通知が早いのは嬉しいんですけど、今からってなるとね、終わった3秒後ぐらいに結果が来られると、本当に見ましたってなるんですよ。今ですか？ええ、灰島さんとは時間をかけてお話をしましたので、めっちゃいい笑顔。私はできる限り正直に話した。そうよ、選択肢全部正直選んだんだから。真実、真実、真実。正直であることは、嘘をつくことよりもいい道だと常に信じている。竹光さんがそれに気づき、評価してくれることを祈ろう。どうだろうね。確かに、私は模範的な候補者ではないかもしれないが、正直で信頼できるはずだ。おこ。激おこです。いや、でも美人は怒っても綺麗だね。灰島さん、自分がどんなたわごとを垂れ流しているか分かってるんですか？冷たかった竹光さんの口調がにわかに不穏な熱を帯びた。はい、どういう意味ですか？私は質問に対するあなたの反応を注意深く観察していました。もう目がガン決まりなのよ。正直落胆したと言わざるを得ません。完全に最悪そのものでした。教えてください。どうしたらそんなに耐え難いほど正直になれるんです？あなた、ほとんど真実しか言わなかったでしょ。いいじゃん。正直者が報われてもいいじゃん。それが自分のためになると本気で信じていたんですか？どうしよう、なんか画面が怖いな。もうそろそろ逃げてもいいかなって思うわ。どうしようかな。もうちょっと粘ってみる？なんかでも圧迫面接みたいになってきてるよね。なんだ、一体何が起きてるんだ。私は完全に混乱していた。竹光さんは歯を食いしばって話しているようだった。あたかも言葉を紡ぐことが大変な作業であるかのように。一言一言を口にするたびに肉体的な苦しみに襲われているかのように。竹光さん、大丈夫ですか？でもこの声かけはちょっとどうなんだろうとは正直思うけどね。なんか煽ってるように聞こえない？私が大丈夫か？あんたはどう思うのさ。
いやでもこの辺からもうおかしいよな。あんたって言ってるもん。口調おかしいもん。私は言葉を失った。今度は新しい戦術を試すことにしたってわけね、ケンジ。そう、これ謎なんですよ。なんでケンジ突然のスタ呼び。知ってるよね、私が大嫌いなの。こういうの全部。いや、考察としてはね、ワンチャンこの髪の短い、この滝光ひとみさん、電車の中にいたあの人と重なってたりするのかなって。いやでもさすがに同じ車両に乗ってるはずもないしな。なんだろう、知り合いなのかな、本当に。私が何をしたというんだ。どうしていつもこんなことするの。混乱しているというだけでは、今の私の気持ちは伝えきれない。竹光さんに何かとてつもないことが起こっていた。竹光さんに怒ってるのかな、どうだろうね。これがまだ竹光さんなのかさえ確信が持てなかった。まるで取りつかれたかのようだ。何かの化け物に。そう思った時、彼女の変貌が行動だけではないと気がついた。顔は歪み、肉の中から別の目が浮かび上がってきた。別の目？もはや人間というよりゼラチン状の醜悪な怪物だった。全部お前のせいだ。逃げよっか。逃げよっか。あ、シンプルに戻った。逃げました。なんかね、そういろいろ考察ができそうな気はするんだけど、多分主人公幻覚見てるんじゃないかなと思うわけです、私は。ずっと真実に忠実に生きてきたからこそ、恐怖に対しても忠実になるべきだと思ったの。正直にね、怖いって思ったら逃げようっていう2周目でした。あのまま進んでいくとどうなるかについてはもう私からはお話はしないので皆さんで見てください。はい、というわけで、Welcome to the 過労死クラブ、ようこそ過労死クラブへというゲームを遊んでみました。ご視聴いただきありがとうございました。ちゃんとノーと言える人間になろうね。